見て、めちゃくちゃいい感じに香ばしく焼けた。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、柔らかくてみずみずしく風味抜群の春キャベツが堪能できるトロトロチーズ焼きの作り方を紹介させていただきます。マジでこれがね、春キャベツにちょこっと旨味をプラスしてトロットロのクリーム煮状態にしてからトースターやオーブンで焼き上げるだけなんでめちゃくちゃ簡単。そして今回ね、失敗しないようにトロットロの状態に仕上げる方法も丁寧に解説しましたんで、ぜひ動画を参考にして作ってみてください。マジで春キャベツのポテンシャルの高さを再確認できます。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちら春キャベツ約 150g です。だいたいね4分の1個ぐらい。ベーコン1パック、小麦粉大さじ1、バター 10g、牛乳 100cc、そしてねシュレッダータイプのチーズ適量。はい、ブラックペッパーも適量。今回ね、ベーコンの塩味で食べるんで、もう少し濃いめがいい方はね、お塩も一つまみぐらいやっても大丈夫です。材料は以上です。はい、まずは春キャベツ。適当に千切りにしてください。この硬い芯のところも甘くて美味しいので、できたらね、薄くこんな感じで切って使っちゃいましょう。まあ芯が苦手な方は別に食べなくても大丈夫。あとは春キャベツ適当な長さに切っていただいて、はい、ザクザクっと千切りにする感じ。もう粗くて構いませんのでね、はい、こんな感じで切り分けてください。よいしょ。お次はベーコン。ベーコンも細切りにしてください。はい、こんな感じ。もう大体で OK です。今回マジでね、春キャベツの甘みと美味しさ、ベーコンの旨味が加わってマジトロットロでやばいのよ。はい、ベーコンこれで OK。お次はフライパンを用意してください。ここにバターを入れます。そして弱火で構いませんので、ゆっくり温めてバターを全体的に溶かします。はい、バターが溶けたら、まずはベーコンから。そうですね。まあ2、3分じっくりと炒めて、ベーコンの美味しさを引き出していきます。火力が強いと焦げちゃうので、もう今回ね、最初から最後まで弱火で OK です。はい、バターが溶けたら、まずはベーコンから。そうですね。まあ2、3分じっくりと炒めて、ベーコンの美味しさを引き出していきます。火力が強いと焦げちゃうので、もう今回、はい、こんな感じですね。だいたい2、3分炒めるとベーコンがね、ちょっとクッと縮こまって美味しさが引き立ちますので、そしたら刻んだキャベツ全部入れてください。はい、ここでベーコンとキャベツを混ぜ合わせながら、滲み出た旨味をキャベツの方に馴染ませつつ、しんなりしてくるまで炒めてください。はい、こんな感じですね。キャベツが全体的にしなっとなってきたら、次は小麦粉を振り入れて、粉っぽさがなくなるまで、さらに炒めてください。ここでしっかりキャベツに小麦粉を絡めて粉っぽさをなくしておくとね、ほんとめちゃめちゃ滑らかでトロットロの状態に仕上がるんで。はい、こんな感じ。小麦粉がいい感じに馴染んだら牛乳をすべて加える。はい、あとはね、優しく混ぜながらとろっとした状態になってきますので、いい感じのとろみを目指して全体的に炒めてください。ここでね、ブラックペッパーも加えといてください。味見をしていただいて、もう少し塩気が欲しいなっていう方は、少し足していただいても、はい、一つまみぐらい入れときますか。結構ベーコンの塩気は旨味が効いてるんで、なくても美味しいんでね。まあお使いのベーコンによって多少前後するんで、ここで味見をして整えてください。はい、こんな感じ。ちょっととろっとしてきたでしょ。いい感じのとろみが全体についたら OK。じゃあこれね、火を止めて、グラタン皿などの耐熱皿に移し替えてください。はい、耐熱皿に春キャベツとベーコンを移し替えます。
もうあとはね、トースターやオーブンを使って表面が香ばしくなるように焼き上げるだけなんで、ほんと簡単。今回の手順を守って作っていただいたら、ホワイトソースなんか使わなくても、もう簡単にクリーム煮状態になるんでね。はい、OK! こんな感じでね、広げて乗せてください。ここまでできたら、あとはシュレッダータイプのチーズ。もうこれはお好みですね。お好きなだけ表面に広げてトッピングしてください。はい、このチーズの旨味も加わって、キャベツの甘みも引き立ち、ガチでやばいんでね。はい、もうここまでできたら、あとは、表面が香ばしくなるまでトースターやオーブンで焼き上げるだけ。はい、こちらトースターにセット。あとはね、表面のチーズがとろっととろけて香ばしくなるまで様子を見ながら焼いてください。中の具材は熱々とろとろなんで、ほんと表面が香ばしくなれば OK。意外と早いんでね、焦がさないように様子見といてください。あいよー、見て、めちゃくちゃいい感じに香ばしく焼けた。だいたいね、4、5分なんで、様子を見ながらこれぐらいを目指して焼き上げてください。今回はね、トースターで焼きました。はい、完成しました。こちらね、春キャベツの甘みも引き立ち、ベーコンの旨味とチーズの旨味が広がる、春キャベツのトロトロチーズ焼き。これがマジでね、めちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは、キュームポーいただきます。ラバフエル。めちゃくちゃうまい。柔らかくてみずみずしい春キャベツにベーコンの旨味とチーズの香ばしさがね、食欲を刺激してくる。これガチでやばい。うまっ。ほんとキャベツのね、とろっとしたところとシャキシャキっとしたところが入り混じってて、このクリームといい感じに馴染んで、これ止まらんやつやわ。めっちゃうまい。いや、これはね、春キャベツの美味しさ堪能できます。しかもね、春キャベツ丸ごと買っても簡単に使い切れる春キャベツの消費にもおすすめですし、マジでやばい。このトロットロクリームとチーズとベーコンは最強の組み合わせやわ。ほんと最初から最後まで弱火で炒め合わせて、あとはチーズトッピングしてね、トースターなんかで焼くだけなんで、ほんと簡単でうまいんでマジ作ってみて。いや、これね、ベーコンやチーズも効いてるんで、完全に飲めちゃうやつ。はい、ということで、今日もいっちゃおう。乾杯。うまい、最高。いや、今回ビール飲んでますけど、このチーズ焼き、グラタンみたいなもんなんで、ワインにも合いますね。うまいわ。この春キャベツのいいところが全部出てる。マジで春キャベツの美味しさが楽しめるわ。うまっ。これなんぼでもいける。やっぱ春キャベツのシーズン短いですしね。この柔らかくみずみずしくて風味がいい時期にぜひ作っていただきたい。もうガチでトロットロでうますぎる。やっぱチーズ焼きは正義ですわ。うますぎ。